コンポーネントを保存する方法を説明します。コンポーネントの保存方法は、レイアウトを保存する方法とコンポーネントを保存する方法があります。レイアウトを保存する場合は、コンポーネントの配置座標やプロパティなどの情報を含めることができます。ファイルタブの保存や名前をつけて保存を選択し、保存します。コンポーネントを保存する場合は、コンポーネントそのものを一つのモデルとして保存します。保存したコンポーネントは、オリジナルの E カタログとして使用することや、フィーダーが生成する部品として指定することができるようになります。モデリングタブのコンポーネントで保存や名前をつけて保存を選択し、保存します。今回は、ジェミニで作成したコンポーネントやインポートした CAD をコンポーネントとして保存する方法を説明します。モデリングタブを開きます。コンポーネント。新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー。フィーチャー。ブロックを選択し、ブロックを作成します。コンポーネントを保存します。コンポーネント。保存、もしくは名前をつけて保存を選択し、保存します。保存は、コンポーネントを既存のファイルに保存します。例えば、コンポーネント A に変更を加えた後、その変更を同じコンポーネント A に上書き保存する場合に選択します。名前をつけて保存は、コンポーネントを新規ファイルとして保存します。例えば、コンポーネント A に変更を加えた後、その変更を新しいコンポーネントとして別名で保存する場合に選択します。今回は名前をつけて保存を選択します。コンポーネントを名前をつけて保存ウィンドウで保存時の情報を設定します。保存した情報はオリジナルの E カタログとして保存した場合、E カタログのツリー上のメタデータの表示に反映され、編集することができます。また、E カタログから 3D ワールド上にドラッグ&ドロップした後のコンポーネントプロパティのメタデータに反映され、確認することができます。名前はコンポーネントの名前を設定します。説明はコンポーネントに説明文を設定します。メタデータ上ではディスクリプションという項目名に反映されます。タイプはドロップダウンからコンベヤー、ロボッツなどの製品カテゴリーを選択します。タイプの項目名は E カタログの既存のタイプが表示されます。タグはブロック、箱、ワークなどのキーワードを設定します。最大ペイロードやリーチはロボットなどで使用します。最大ペイロードはコンポーネントの最大積載量を設定します。リーチはコンポーネントの到達可能範囲を設定します。アイコンはジェミニ内で表示するためのコンポーネントのスナップショットです。コンポーネントのスナップショットを撮る際のカメラ位置は固定です。ファイルは保存場所を指定します。VCID はコンポーネントを識別するための ID です。新しい ID はコンポーネントが保存されるたびにアプリケーションによって生成されます。新規 VCID のチェックを外すと新しい ID が生成されないようにできます。新規コンポーネントのように VCID をもともと持っていない場合はチェックを外すことはできません。修正済みは最終更新日が自動で入力されます。メーカーはコンポーネントの作成元のメーカーを設定します。制作者はコンポーネントの作成者を設定します。メールアドレスは作成元のメールアドレスを設定します。ウェブサイトは作成元のウェブサイトを設定します。企業ロゴは作成元の企業のロゴを設定します。変更ボタンを選択すると画像選択ダイアログが表示されるため、任意の画像を選択することでロゴを設定できます。修正はコンポーネントのバージョン番号を設定します。1.0、2.0 などの番号を入力します。自動インクリメントリビジョンにチェックを入れると、
自動でバージョン番号を上げることができます。推奨されませんにチェックを入れると、e カタログでコンポーネントを非表示にできます。今回は名前のみ変更します。名前にマイブロックと入力し、コンポーネントの名前をマイブロックにします。名前をつけて保存ボタンをクリックします。保存ダイアログが表示されるため、任意の場所に保存します。今回は e カタログに自作のモデルを表示するため、マイモデルズに保存します。ドキュメント、三菱、ジェミニ、1.45、マイモデルズを開きます。ファイル名はそのままにし、保存します。ホームタブを開きます。e カタログのマイモデルを選択すると、先ほど保存したブロックが表示されます。マイモデルが表示されない場合は、コレクションの横のプラスボタンをクリックし、ソースを編集を選択します。ソースダイアログが表示されるため、マイモデルの表示にチェックを入れ、ダイアログを閉じると、e カタログにマイモデルが追加されます。保存時に推奨されませんにチェックを入れると、コンポーネントは e カタログに表示されず、合計アイテム数にも含まれません。e カタログに表示したい場合は、e カタログのコレクション内で右クリックし、非推奨コンポーネントを表示にチェックを入れます。チェックを入れると、合計アイテム数にも追加されます。保存時に設定したメタデータを確認します。3D ワールドのコンポーネントを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのタグアイコンを選択します。メタデータを表示ダイアログが表示されます。VCID やネームなどのデータを確認できます。なお、マイモデルズ以外に保存した場合は、メタデータを表示に反映されません。メタデータを表示ダイアログを閉じます。保存時に設定したメタデータを編集します。e カタログのマイブロックを選択します。右クリックし、メタデータを編集を選択します。メタデータを編集ダイアログが表示されます。編集したいフィールドを選択すると、文字や値を変更できます。VCID はコンポーネントの識別 ID であり、読み取り専用となります。タグにブロックと入力します。OK ボタンをクリックします。コンポーネントプロパティウィンドウのタグアイコンを選択し、メタデータを表示ダイアログを表示します。タグを確認すると、ブロックが入力されていることがわかります。コンポーネントを保存する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。